ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、NiziU夜明けミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ、今回の動画ですね、NiziUの歌声分析動画第4弾です。第1弾が The First Take に出演したAlways。第2弾がミーヒさんが歌う First Love。第3弾がニナさんが歌う Baby I。そして今回の夜明けが第4弾ということでですね、しかもNiziUのミュージックビデオの方を見て歌声分析をするのは今回が初めてなんですよ。だからね、すごい楽しみにして歌声分析をしていったわけなんですけれども、いや、今回ね、ものすごいところを発見しました。NiziUの皆さんは気づいてる方多いと思うんですけど、まさかこんなところを収録してるとはっていう部分をですね、発見しまして、僕はね、もうびっくりしてしまいましたよ。そしてめちゃくちゃ感動しましたね。そしてね、やっぱりNiziU歌声はね、もう抜群に素晴らしいんですけれども、それと同じくらいですね、抜群に可愛いですね。もうね、デレデレしちゃいますよね、男性の皆さん。っていう感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、NiziU夜明け歌声分析 GO!じゃあ歌い出しからいきますね。うわ、なるほどね。ワンフレーズずつ歌いつないでいく最初の歌い出しなんですね。ニナさん、ミーヒさん、マコさんかな、それぞれ歌声にね、特徴があってすごく聞き応えのある歌い出しパートかなっていうふうに思います。やっぱね、歌うまいですよね。3人とも共通してるのが、歌ってる音域が高いんですけど、声のタッチがすごくソフトなんですよね。柔らかい声質で歌っているというか、高い音域ってどうしても体に力が入りやすいので、今聞いたところの音域であの柔らかさを表現できるって素晴らしいと思います。次いきますよ。かわいい声。リマさんかな。ラップがめちゃくちゃかっこいいっていうイメージが強かったんですけど、歌声になるとね、めちゃくちゃかわいい声。で、この声はですね、鼻の中の空間の響きが中心になってます。歌では代表的な3つの共鳴ポイント、声が響くポイントがありまして、胸の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つがですね、それぞれ役割があってですね、胸の響きが声の太さだったり、声の厚さ、この辺ですね。で、口の中が言葉の輪郭だったり、口の中の空間の大きさによって声量が変わってきたりするポイント。そして鼻がですね、声の音色なんですよ。この3つの響きをどういう割合でブレンドするかによって歌声のおおよそが決まってくるんですけど、リマさんはですね、先ほど言ったように鼻の響きが中心で、あとはラップの時の癖なのかな、少しだけ口の中の空間、口腔共鳴、この響きが入っているような感じの歌声です。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、最後のね、ロングトーンも息の音が混ざったウィスパーボイス、これを使いながら徐々に声量を下げていくフェードアウトみたいなね、音楽用語ではデクレッシェンドって言うんですけど、このテクニックを使っているポイントでした。次いきますよ。いいですね。最初にちょっとだけね、こうガラガラっていう風な音を入れてからの
歌っていう感じだったんですけど、このガラガラっていう音はですね、エッジボイスっていうテクニックです。ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、そこで作られたガラガラって音をですね、フレーズの前に一瞬入れるんですよね。あーみたいな。これを使うことによって切ないような雰囲気がですね、出てくるんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいですね。切ない。だけど声質が明るいから、なんかどことなく痩せ我慢をしてるような感情に僕は聞こえますね。次いきますよ。この声はマヤさんの声かな。すごく耳にね、心地のいい音色が素敵な歌声かなっていうふうに思います。で、マヤさんの歌声は響きの大部分は口かな。口腔共鳴。言葉がすごくクリアに聞こえますよね。で、少しだけ鼻を使って音色を整えてあげている。そんな感じの歌声だと思います。もう一回聞いてみましょう。聞き直したらですね、同じぐらいの割合ですね、口と鼻を5対5で割ったような、そんな感じの歌声かなっていうふうに思います。なんか声が綺麗すぎてうっとりしちゃいますよね。次いきますよ。この声はね、ニナさんですよね。前回のね、ベイビーアイでたっぷり分析しましたからね。もう特徴をつかみましたよ。全体的にやっぱりミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使ってるんだと思います。使ってるっていうかもう癖になってんのかな。一般的にはミックスボイスっていうテクニックは高い音になった時に使うっていう人がほとんどなんですよね。ただ稀にですね、普段の喋り声からミックスボイスで喋ってるっていう人もいるんですよ。僕の推測なんですけど、多分ニナさんは普段からミックスボイスを使って喋ってるタイプの人なんじゃないかなっていうふうに思います。で、そのミックスボイスに全体的にね、うっすらなんですけど、息の音が混ざったね、ちょっとだけウィスパーボイス感もして、すごく包み込まれるような温かさを感じる歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいですね。そしてね、リズムの付け方が絶妙なんですよね。ところどころでクッて止まったようなニュアンスを感じるポイント。僕がね、今さらっと聞いた感じ2箇所ぐらいあったと思うんですけど、ここでスタッカートっていうテクニックも使ってます。スタッカートって音を短く切るテクニックなんですけど、それを使うことによって全体的にリズム感が湧き出てくるんですよね。さらっと歌ってるように聞こえるんですけど、実はすごいテクニック使ってるポイントなんですよ。いや、さすがですよね。次行きますよ。で、今のまゆかさんのパートなんですけど、やっぱりね、声が可愛い。で、可愛いって言ったことでピンときた方いると思うんですけど、そうなんですよ。まゆかさんも鼻腔共鳴が中心の声質の作り方なんですけど、じゃあリマさんと何が違うのかっていうふうに思った方もいると思います。決定的に違う部分はですね、声を出す方向のイメージです。リマさんはどちらかというと前っぽい感じかな。僕が聞いた感じだと斜め45度上ぐらいな感じ。それがリマさんの歌い方だったんですけど、まゆかさんはですね、後ろに弾いたようなイメージで歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。声を出す方向によって声質って変わるんですよね。真正面に出すと一番強い声が出ます。で、自分の顔をですね、分度器としてイメージしてもらって、0度が一番強い声。で、180度に向かうにつれて、どんどん柔らかい声に変化していって、180度の方向はもうふわっとした感じの声になるんですけど、まゆかさんはですね、このぐらい、120度とか130度ぐらいかな。完璧に後ろっていうわけではないんですけど、後ろ方向にクイッと弾いたようなイメージで歌を歌っていると思います。もう一回聞いてみましょう。いい声ですよね。次いきますよ。
一回止めますよ。すごく大人っぽい声ですよね、リクさんの歌声は。大人っぽい歌声っていうことは声が太いっていうことなんですよ。じゃあどこの共鳴部分をメインで使っているかというと、胸腔共鳴になるんですよね。胸腔共鳴が8割ぐらいで、あと1割っていう感じですかね。すごく色気のあるいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。で、追っかけでニナさんかな。ハイトーンはね、ニナさんっていうイメージがありますね、僕の中では。次いきますよ。こう軽快でね、すごくいい意味で軽い雰囲気がですね、心地いい声ですね。で、今のリオさんの声なんですけど、全体的にバランスよく声を響かせてるっていう感じですね。その中でも鼻が4割、口が3割、で、胸腔が3割。こんな感じかな。鼻の響きをちょっとだけ多くすることによって声のツヤ感を出してるっていう感じの歌い方ですね。もう一回聞いてみましょう。いい声、いい声。いやー、みんな素晴らしいですね。そしてこのプールで遊んでる20ね。なんか高校の夏休みって感じですよね。夜のプールで遊ぶみたいな。すごく楽しそう。次いきますよ。いいね。彩香さんの歌声。これね、僕、個人的にはね、このいい意味での無機質な感じの声がすごく好きなんですよ。明るいっていう感情でもないし、かといって暗いっていう感じでもなくて、こうミステリアスな雰囲気が逆にこう想像をかき立ててくれるっていうかね、素敵な歌声。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。でもしっかりと歌の基礎的な部分のレベルが高いので、声がすごく前に出ていますよね。素晴らしい歌声だと思います。次いきますよ。一回ここで止めます。サビがね、すごく切なくてね、いいメロディーですね。今、前半がニナさんで、後半がミーヒさんなのかな。いや、美しい歌声の二人がね、こう、ワンフレーズずつ歌いつないでいく。最高ですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱたまんないですね。ニナさんが割とこうね、軽めな歌声に対して、ミーヒさんはこうね、体をしっかりと使ってどっしりとしたような感じ。美しいながらも、こう、たくましいような雰囲気を表現したような歌声かなっていうふうに思います。次いきますよ。あ、いいね。いいね、いいね。こう、暗くずっと行くのかなと思ったら、一瞬明るい雰囲気が入るんですね。で、このね、一瞬明るくなるような雰囲気に、マコさんの声質すごく合いますよね。マコさんってこう、ストレートに歌うタイプのボーカリストだと思うんですけど、このね、ストレートさがね、フレーズの良さをこう、際立たせますよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、マコさんの声の出し方はですね、鼻が中心ですね。声の出し方的には、リマさんと同じような感じなんですけど、この音域はですね、先ほどニナさんの時に言ったミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使っています。次いきますよ。なるほどね。二回し目はちょっとフレーズが変わってくるんだ。で、この声はリクさんの声ですよね。先ほどのすごく大人っぽい色気のある声から音域が上がることによってそこに可愛らしさがプラスされてますよね。可愛らしさがプラスされてるっていうことは鼻の中の鼻腔共鳴の声の響きが強くなったっていうことなんですよ。いや、この声のコントロール力素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごく可愛らしさが増幅してるというか、いやー素晴らしい。次いきますよ。いいね。
最後の締めは彩香さんなんですね。で、サビ前の声の雰囲気とですね、同じ感じの雰囲気をですね、ここでも使ってると思うんですけど、先ほどとは聞こえ方が変わってきてますよね。フレーズ単体の雰囲気としては悲しいフレーズだと思うんですけど、そこに合ったような感情に聞こえる歌声っていうか、いや、すごいですね。声の雰囲気を変えていないのに、フレーズの雰囲気が変わると、聞こえてくる感情まで変わってくるっていう、ほんとミラクルボイスですね、これは。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。要因としては、途中で入ってる裏声と最後の思ったたの部分の語尾をスパッと切ってるんですよね。それなのかなと思うんですけど、それだけだと説明しきれない部分がたくさんあって、いや、本当に素晴らしい声。次いきますよ。かっこいいね。今回はリクさん、マヤさん、リマさん。この流れですかね。やっぱりフレーズが同じでもメンバーが変わって声質が変わるとまたね、違った雰囲気を楽しめますね。素晴らしい。じゃあ次いきますよ。あら、かわいい。やっぱりね、こうね、踊ってる20最高に可愛いですね。いやー、さすがアーティストですよね。次行きますよ。いいねいいですね。もう本当にね、20に僕はどっぷりハマってきてますね。なので、WiziU の皆さんのおすすめの曲、ぜひね、コメントで教えてくださいね。次行きますよ。2番の A メロはリオさんから始まるっていうパターンですね。いや、最後のフェードアウト感がすごくいいですね。こうスッとこう音が消えていく雰囲気がですね、すごく儚いというか、その前までは少しだけ強めな声だったんですよね。鼻に声を入れて、その声を前方向に飛ばす。30度ぐらいかな。で、前方向に声を飛ばすと、先ほどね、強い声になるって言ったじゃないですか。30度の角度で普通に歌ってしまうと、この曲に対しては強すぎる声になってしまうんですよね。で、そこでおそらくリオさんは声量を下げて声の強さをコントロールしたんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。最後の最後のフェードアウトがやっぱいいね。声から息になって音が途切れるみたいな、そんな感じの流れでしたよね。やっぱりね、ここは印象的すぎて、前半歌ってるところの確認をですね、すいません、後回しにしてしまったんですけど、声の雰囲気的には強い感じですよね。でも、そこまで強いっていうわけではなくっていう感じですよね、バランス的には。この声質がね、絶妙に曲に合いますよね。次いきますよ。すごく素直な歌声でいいですよね。で、女性だとおそらくこのぐらいの音域だと低いんですよ。低音域って言われるようなところです。でも、低いっていう風に感じないですよね。最後のすべてのあたりとか特に。これ多分女性だと低いんですよ。で、低い声っていうのは声の性質上、胸腔共鳴の響きが多くなって声が太くなっちゃうんですよね。でも、リオさんの声は高いところとそこまで声質に差がない。これどうやって歌ってるのかというと、これもポイントはですね、声を出す方向なんですよ。高い声の時に、例えば前方向45度ぐらいに出していました。で、低いところになった時も前方向45度。要はその声を出す方向を音域が変わっても統一してあげるっていうテクニックを使うと、低い音でも声質が低く聞こえなく、なおかつ聞きやすい歌声で歌うことができるんですよね。リオさん、このテクニック使ってます。もう一回聞いてみましょう。ね。最後の低いところも高いところと声の雰囲気一緒ですよね。素晴らしいです。次いきますよ。いい声、いい声、いい声。いい声だね。ちょっと
落ち込んだような感情の歌声ですよね。これはね、おそらく顔の表情で声の雰囲気を作ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。声っていうのは顔の表情ですごく雰囲気が変わるんですよね。明るい表情で歌うと明るい声になりますし、暗い表情で歌うと暗い歌声になる。そのぐらい表情と声の感情っていうのは比例するんですけど、多分ここでまゆかさんは落ち込んだような表情でレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。はーのこのね、R の発音もいいですよね。次いきますよ。いやー、めちゃくちゃかっこいい歌い方でしたね。りくさん、いろんな声を持ってますね。音域によって声の表情がガラッと変わるというか、もう表現力無限大ですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いやーとかのこのね、一瞬裏声にひっくり返したテクニックとかもね、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。いや、やっぱりね、このワンフレーズずつ歌いつなぐね、ポイント好きだな。サビでね、これ持ってくるって最高ですよね。さっきもこれ言った気がするんだけど。で、サビのメロディーのリズムがですね、すごくいい意味でシンプルなので、メロディーが覚えやすいですよね。タンタンタタ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 みたいな。まあ次からちょっと難しいんですけど、もう一回聞いてみましょう。リズムに注目してください。さだたただた、ここがね難しいですけど、タンタンタダタタみたいなフレーズの頭の2つの音がですね、すごくいい意味でシンプルなので、もう一気にこうね、興味を引きつけると言いますか、そして全体的にね、大人っぽい雰囲気たまらないですよね。次いきますよ。いい声だね。さすがミーヒさんっていう感じですよね。で、全体的に裏声成分の強いミックスボイスかな。こう、美しい歌声があって、周りはね、こうね、綺麗なキラキラしたオブラートで包まれているような、そんな上質な歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。美しい歌声ですよね。次いきますよ。いいね。全体的にこう真っ平らに歌ってるようなイメージですよね。彩香さんの声の雰囲気に近づけたっていうかね、1番から聞いてるとなんかそんな感じに聞こえて、でも逆にその雰囲気がすごくいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。多分ね、口をあまり開けないで歌ってレコーディングしたんだと思います。さっきの顔の表情のところに繋がるんですけど、口をあまり開かないと顔の表情も動かないじゃないですか。そうなると、こう無表情な感じの歌声になるんですよね。でも逆にその声がですね、すごく合うフレーズですよね、ここのポイントは。いや、最高ですね。次いきますよ。あ、いいね、いいね。泣いてるまこさん。泣いてるまこさんだ。やっぱり悲しい曲なんだね、この曲はね。サビ終わりはダンスブレイクが来ると思ったら急にね、まこさんが泣いちゃってますね。次いきますよ。わー、なるほど。なるほどっていうか、なんかこう、急展開ですね。急にリマさんが空から落ちてるシーン。いやー、美人ですね。めちゃくちゃ美人ですね、リマさん。続きいきましょう。で、最後は夜明けシーンになるわけだ。で、先ほど涙を流していたマコさんが今のワンフレーズを歌うっていうことか。なるほどね。
いや、ミュージックビデオの流れもですね、面白いですね。こう、ストーリー性があるようなところと、ダンスしている、パフォーマンスしているところもあり、そしてこうね、感情が表に出てるようなシーンもあり、そしてタイトルの夜明けのシーンが今来てるんですけど、歌声も楽しみですけど、こういった部分もですね、この先何が待ってるのかっていうのが非常に楽しみですね。次いきますよ。おい。メロラップみたいな感じかな。今でもなんか途中でパートが変わったような気もしますね。もう一回確認してみますね。あ、そうだね。前半が彩香さんで、ラップパートはまゆかさんか。いや、めちゃくちゃ早いスパンでパートチェンジするんですね、ここのポイントは。いや、びっくりしました。次いきますよ。あ、メロディーラップみたいな流れなんですね、ここは。そして、はっはっはからリマさんのラップが来るのかな？聞いていきましょう。ほら、来た。かっこいいんだけど可愛いラップですよね。声がめちゃくちゃ可愛いんですよ。鼻をね、中心に使ってる歌声で。で、英語の発音も超ネイティブじゃないですか。なので、子音の付け方もですね、すごくかっこよく聞こえる子音の発音の仕方というか、プラス全体的にスタッカートを多めに使っているので、リズム感もですね、表にこうガツガツ出てるし、いやーめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。タカタカタタカタタぐらい音切ってますよね。で、ここまで音を切るためには自分の中では相当音を切るっていう意識を持たないとこの音って生まれないんですよね。人が聞いてスタッカート使ってるっていう風に聞かせるにはすごく練習しなきゃいけないんですよ。めちゃくちゃ難しいテクニックなんです、実は。いやー素晴らしいですね。次いきますよ。かっこいいね。いや、可愛らしさとかっこよさを持ち合わせるってもう最強じゃないですか、これは。素晴らしいですね。じゃあ次の歌い出しからいきますね。このピアノを弾いてるのはまゆかさんかな？ピアノ弾けるんですね。ピアノでの弾き語りみたいな感じになるのかな？ちょっとね、楽しみですね。行ってみましょう。うわ。これはレコーディングした音源じゃないですよね、多分。生歌をそのままミュージックビデオに使ってるのかな？なんか声のタッチがものすごく生っぽいんですよ、これ。もう一回聞いてみましょう。多分そうだね。これね、生歌ですね。いやー、めちゃくちゃ貴重なシーンだと思います。じゃあ次、まこさんのフレーズ言ってみましょうか。生歌だからこそ伝わってくる、こうね、感動ありますよね。いやー、まこさんとこもう一回聞いてみましょうか。声の響きもね、レコーディングした音源よりも、すごくわかりやすいですね。先ほど解説した内容と何か違うところがあるかって言ったらそうでもないんですけれども、言ってたことが正しかったのかなっていうふうにね、確認できたというか。いや、これは嬉しいですね。次いきますよ。一人ずつ増えてくるわけね。いや、これ絶対ね、生歌ですよ。レコーディング編集が多分ね、何にもされてないと思う。音量バランスぐらいかな、されてんのは多分。いや、リクさんの歌声も素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。こういうサプライズ的な部分があるとめちゃくちゃ嬉しいですよね。次いきますよ。うわ、なるほどね。うわ、鳥肌がやばい。生音から急にこうサウンドが入ってくるんですね。うわー、これはすごいミュージックビデオですね。次行きましょう。
あ、かわいいかわいいかわいいね。もう最後はね、もう可愛さ全開ですね。このままね、行きましょうか。すいません、もうちょっと可愛すぎて歌声分析ができなくなってしまったので、僕のメンタル的にね、嬉しくて、このまま最後は楽しませてください。いきますよ。あら可愛い。あら可愛い。いやー、最高ですね。あと10秒あるんですよ。まだ何かあるかな？見ていきますね。あ、エンドロールだね。いやー、素晴らしすぎましたね。以上、20夜明け歌声分析はここで終了です。いやー、最高すぎますね。20の夜明け。ほんと内容盛りだくさんなミュージックビデオだったと思います。そしてやっぱりピアノの弾き語りシーン、あれ絶対ね、生歌ですよ。やっぱり音楽とかやってると、レコーディングで編集された音質とか、そういうなんか雰囲気、それと生歌の雰囲気の違いっていうのが、なんとなくなんですけど、わかるんですよね。だからピアノのね弾き語り部分はね、僕は生歌だと思いますよ。20の生歌が聴けるミュージックビデオ夜明け、もうこれはね知らない人ももしかしたらいっぱいいるかもしれないので、この動画でねそういう方たちに20の夜明けのミュージックビデオはすごいんだぞっていうところをですね伝えていけたらいいなというふうに思います。そしてこれからも20全力で追っていきたいと思います。今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。